キロ、今50キロ。さあ行くぜ。60キロだ菊新チャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは。菊新チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はね、こちらキャブレターやっていきたいと思います。前回ね、チョークがさうまくいかなくて車がちゃんと走ってなかったというところは判明したんですけど、じゃあキャブレターを買うっていうことでどうしようかなと思って、せっかくだからやっぱパワー不足ねあったんで、このビッグキャブでねパワーアップを図りつつ、改善していこうかなと思います。このキャブレターね、オーソドックスねのこういうチョークタイプです。手で引っ張んなきゃいけないからめんどくさいんだけど、トラブルは少ないですね。で PWK24 っていう結構大口径キャブです。実は501にこのキャブ使ってます。で良かったです。非常に安いんだけどね、5000円ぐらいかな。なので今回もやっていきたいと思います。替えのねメインジェットもついているので、ある程度調整も効くんだよね。そこはいいところですね。で今回このリードバルブとインマギね、それからこのエアクリーナー買ってきたので、この3点をね変えていきたいと思います。でこれからちょっと適合を調べていくんですが、基本的にリード 50AF01 っていうもののエンジンが積んであります。なのでこのリードのエンジンってディオと基本は一緒。エンジンがねリードはディオ系のエンジンなので多分つくんじゃないかと思っています。これはねやってみないと分かんない。これからやっていきたいと思います。もうね慣れてきたもうどこに何があるのかもう目つぶってもね部品を取れるようになってきました。エアクリーナーさんはお疲れちゃんだね。この謎のもう使ってないこの機械も外してしまいましょう。よいしょっと OK でスロットルを外します。今回はここの部分から取っ替えたいので、このねカバーを外さないといけないな。なんかね多分こっちから外していかないとダメっぽいな。皆さんこんにちは。こちらがクーリングファンです。エンジンにね、綺麗な涼しい空気をね送るファンとなっています。でキャップを取れば上から取れるのかな。よいしょ、取れた。エンジンさんこんにちは。こちらがシリンダーでございます。こんにちはこんにちは。するとこっちのカバーも取れねえのか。こっちから外せそうですね。いろいろ複雑。よいしょ。よし、取れた。例のチョークシステムですね。もう多分いらないな。景品だね。マークが書いてあるね。また勉強になりました。よし、じゃあカバー取れたと。ね、インテークマニホールドが出てきました。これです。インマギ。お掃除しておきましょう。はい、ネジ取れたので、取れましたね。綺麗に取れましたね。よかった。これがインテークマニホール。キャブレターから入ったガソリンがこっちに行きます。でこっからツーストオイルが入ってきて、このリードバルブっていうのでこうパチッ
こうピーって動くんだけど、ここから気化した空気がエンジン内に吸われていくっていうシステムですね。この部品をね、これに置き換えていきます。穴の大きさが3倍ぐらいになってるでしょ。このぐらいガソリンがいっぱい入るよってことになります。穴の角度もほら多分一緒だよね。でキャブレターもガソリンがこっからこっち側にピュンって出てくるんだけど、この穴の大きさも3倍です。3倍ガソリンがいきます。3倍食べれる感じです。なのでこのパーツに置き換えていきます。ここツーストオイル入る穴ですね。まずこのゴミが入らないように蓋をします。はい、ゴミ入らないように。でここは密着が大事なんです、とても。でカスがこうついてるので非常に狭くてやりづらい。ここをねこうゴシゴシするそういう専用のね道具があるんですよ。オイルストーンさ、いつもさ使おうと思うとどっかに行方不明なので使わない時出てくんのなんだろうね。あるあるですよね。あんま使わないからさ、オイルストーンとか。それからね、カラスうるせえな。いつもね行方不明カラスうるせえな。狭いなぁ。絶対にネジ落とせねえからな。今に取り付きました。でね、このオイルラインのホースが短い。これちょっとなんとかしなきゃいけないですね。よいしょ。こんな感じですね。大丈夫だね。上配線を避ければ当たらなそうだな。よし、OK。じゃあ、もう前回はね、このスロットルもね、ワイヤーの長さが合わなくて少し苦労したんですよね。今回どうかな。タクティのが合わなくてディオのにしたんだけど、ディオのやつも合わなかったスロットルが押せなかったっていう。これだとスロットル下までいかないもんね。はい、また加工が必要ですね。はい、ここをね炙るとですね、これが抜けるんですね。はい、そしたらこのぐらい詰めて剥いていきます。こうやってねくるくる巻きになってるので、これをねこうめんどくさいんですがほぐしていきます。後から詰めるのは詰めるでキャブレター側でちょっと調整できるんで少し多めに。はい、こんな感じで長くできました。このぐらいの長さがあればいけるのではないかな。アクセルをツンツンします。ここね、するとここスロットルが開けば OK。 OK だね。 OK ツンツン OK。 こうかな。もうすっかりね暗くなってきてしまいました。日が短いからね。そう、カバー洗いました。刺して OK。 ちょっと取り回したか。ちょっとまだ暗いんで明日ねやってみたいと思います。この高さが標準なので、ツーストのオイルのホースを交換しました。ホースの中をツーストオイルが出てくるんだけど、スピードがねすっごいゆっくりだからしばらくエンジンをかけてないとホースをなんてツーストオイルがやってこないんですね。なのでこうやってくるまでの間、とりあえず混合って言って最初からツーストオイルとガソリンを混ぜたガソリンを、
キャブレターの方、タンクの方からね、入れてあげます。この機構がベスパはついていないので、ベスパは必ず最初から混ぜ燃料を最初から入れなきゃいけないんですけど、ブブは車エンジンの中でね、自動的にやってくれる。で、タンクの中に入っているガソリンのことも残量も考えて少し濃いめで作りました。ちょっとね、入れとけばしばらくこうやって作業してる間に混ざるでしょう。はい、準備整いました。じゃあね、ちょっとキーをオンにしてキャブにガソリンを送ろう。漏れてないな。今ポン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 って言ってガソリンが送らさってるかな。ガソリンコック開けてませんでしたごめんなさい。ホース刺すとこ間違ってましたね。奥でした。そこの今刺してたところはどうやらドレンっぽかったですね。で、奥に刺すためには今のこの燃料ホースがちょっと短いからこれを外さなければいけないですね。おい。はい、ホースつなぎ直しました。これでちょっとリベンジ。オンにして。あ、いい感じ。だね。ゆっくりになってくるとガソリンが入ったってこと。よし、じゃあ行ってみよっか。かかるかな。オッケーオッケー。おお、バックに入ってた。よいしょっと。あらららら。オッケー、いいよ。さあ見せてもらおうか。その新しくパワーアップした部分の実力とやらを。おお、もう走り出しのトルクが違うね。おお、いいぞいいぞ。この急坂をどんどん登っていきます。ちょっとやっぱりあれかな、低速がやっぱ重いからとタイヤが4本あるのからか少しこうもさっとした感じですね。もう少しこう低中速からしっかり出てくれればいいかな。まあただトルク感はねやっぱかなりアップしていますね。もう一息ってとこだな。
50キロ、今50キロ。さあ行くぜ。60キロだ60キロまあ今ただ下りなんでね、ここから平地でどのぐらい出していけるかっていうところをねチャレンジしていきます。車の安定感もどう？外から見てカメラから見ててもいいと思わないね。少しずつやっぱり改善されていっています。さあ来た。60キロ60キロで走っていますよ60キロで走ってる。坂道だとやっぱりちょっとパワーダウンするね。でも音もいいよね。U ターンしていこうか。さあ踏んでいきますよ。この前30キロでしか登れなかったここの上り坂を果たして何キロで登れるのかな。今45キロをキープしてますね。やっぱ落ちてきたか。数キロ速いかなっていうくらいだけど、やっぱ上り坂ちょっと苦手だね。このギアもあるのかも。 L とさ D があるじゃん。ギアに L と D があるから D がやっぱちょっと高速寄りの平らなところ寄りのギアになってんのかもしんないね。だから上りがちょっと苦手なのかもしれない。ここら辺ちょっとプーリーとかまたねウェイトローラーとかそこら辺で調整していくのもありかなと思います。もうちょっとこの上りのパワー欲しいね。あとはフリクションロスとかもちょっと減らしていければいいのかもしれないな。下りはね適度にエンジンブレーキも効いて、今ね50キロです。50キロで走ってますけど比較的安定して、これで仙台行けって言われたら多分行ける。ちょっとこのカーブでやっぱりこう行き先がこう方向が定まらない部分があるから、そこら辺は要チェックだね。で油圧ブレーキだからやっぱこういう下りからのブレーキもカマキリがいた。安心ですね。はい、停車でもエンストしません。 OK。 うい到着。お疲れじゃん。はい、というわけで今回は、ビッグキャブにね交換して、とりあえずメインの問題のチョークのねチョークがいたずらをしてエンジンが再始動が厳しいっていうところを解決しました。これから手動チョークだから自分でその気温とかに合わせて設定すればいいので使いやすいよね。自動じゃないんで手間かかるようだけどこっちの方がさ、簡単でいいかなと思います。それからパワーアップはした圧倒的にトルク感とかがアップしてるんでパワーアップはしてますね。ただやっぱちょっと上り坂に弱い部分とかあるし、あとはねこれリードのエンジンだったらディオ系のチャンバー使えるかもしれないからそこね。それから前回ブブ501で言った、プーリーとかね、そこら辺をこういろいろ変更していくことで60キロ巡航をね目指していきたいし、上り坂とかで後ろの車に迷惑をかけないような走り方をこのやっぱり 50cc って決められた枠の中でやっていきたいと思います。皆さんの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。